はいどうも、ヨッシーです。今回は Age of Empire 4を遊んでみたいと思います。テクニカルストレステスト版ということで、ベータ版みたいなものですね。本編の発売日は10月29日です。ジャンルはリアルタイムストラテジーで、略して RTS ですね。どういうゲームかというと、最初は建物が1個と、数名の人しかいないんですけど、いろんな資源を採取しながら、どんどん人を増やして建物も建てていって、文明を築きつつ、戦闘で他の文明を滅ぼしていく。それをリアルタイムでやっていく、結構頭脳派のゲームですね。僕はあまり上手くないんですけど、RTS のジャンルや Age of Empire 4をあまり知らなかったという人のために、どんなゲームなのかプレイしてみたいと思います。今回はテクニカルテスト版ということで、オンラインのみ最大8人での対戦ができるんですけど、AI 戦で練習もできるので、今回は1対1の AI 戦をやってみたいと思います。はい、ゲームが始まると、建物が1つと、数名のキャラクターが出てきます。馬に乗っているキャラクターは石膏というキャラクターで、足が速いので、右下のマップ見てもらったら、真っ黒になっているんですけども、そういうところを、走りながらどんどんマップを開拓していく役割になります。で町の人は、木を切ったり、食料を取ったり、その他石を掘ったり金を掘ったり、いろいろ資源を集めて、どんどんね次の時代を目指していくという感じになります。町の中心では、食料を使うことで町の人が作れます。最初はこの町の人をいっぱい作ってどんどんね資源を取っていきましょう。食料なんですけど、今木いちごの方を取っているんですが、無限にあるわけじゃなくていつかは取り尽くしちゃいます。その場合は木いちご以外に動物とかをね飼ったり、畑作ったりして食料を取り続ける必要があります。最初は最大10人しか人が作れないので、その場合は家を作ることで最大人数を上昇させることができます。最大200人まで作れるようになります。馬に乗っている石膏は羊を連れて帰ることができます。序盤はかなり貴重な食料になるので、できるだけ多く連れて帰りたいですね。町の人が採取した資源は、町の中心へ持ち帰ってくるんですけど、さすがに距離が長くなってくるので、こういうふうに伐採所を立ててですね、距離を稼ぐことでより効率的にね資源を採取できます。画面の左下に表示されているのが今現在持っている資源の数です。その右に表示されているのがその資源を今取っている人数です。さらにその上に表示されているのが今現在の総人口です。20分の13と表示されているところです。注意するのがその右に書いている2って書いている人数なんですけど、これは何もせずに、サボっている人数ですね。今2人サボっちゃっている状態なので、仕事させましょう。石膏が敵の町をね発見しました。でもね、町の中心に近づきすぎると、こんな感じで矢を撃ってくるんで、あまり近づきすぎるのは危ないですね。なので最初は、攻撃能力のない施設とか、町の人とかを狙ってですね攻撃するのがいいです。特に町の人を倒せば生産能力が落ちるんで、かなりこちらが有利になるんで、最初は町の人を狙ってですねどんどん攻撃していきたいですね。ほったらかしにしてても勝手に時代が進化するってわけじゃなくて、一定の資源を使ってですねある建物を建てないと、次の時代に行くことができません。次の時代に行くことができれば、また新しい建物とか新しい兵士とか、いろんな研究が増えるんで、できるだけ早めに行きたいところですね。今は次の時代に進むための建造物を一人で作っちゃってるんですけど、もっとね多人数で作ればそれだけ早く完成するので、早く時代を進ませることもできます。次の時代に上がらないと、こういった町の人のね採取効率が上がるような研究もできないんですよ。これを早めにやっておかないと、敵との差がねどんどん開く一方なんで、早めに時代上がってこういう研究を積極的にやっていきたいですね。そろそろ戦闘用のユニットを作るための建物も作っていきます。これは戦士育成所で近接の歩兵を作ることができます。はい、ようやく次の時代に進化しました。これで先ほどまでできなかった研究もできるんで、より効率がねアップします。石を使うことによって、こういった感じの石の壁を作ることができます。石の壁で町を囲むことができれば、町の人をね守ることができますので、生産力を落とさず戦闘することができますね。どんどん兵士の方も作っていきます。
イングランドではロングボウと言われる、ユニークユニットですね。長射程の弓兵も作れますので、これもいっぱい作っていきたいと思います。施設をクリックしてから目的地を右クリックすると、人が生産された時にですね、そこに向かってくれるので、サボる人はね、減らすことができます。複数の兵士を選択して、コントロールをしながら数字の番号1とか2を押すと、グループ化させることができます。あとは数字の1とか2を押すだけで一気にそのグループのキャラクターを選択することができるので、戦闘ではかなり重要な操作です。石の壁は味方も敵もね通れなくなっちゃうので、その場合は門を作ることで味方だけ通すことができます。で、その門から上に兵士をね、登らせることができます。壁の上に兵士を登らせれば、敵よりも有利に戦闘を行うことができます。どんどん壁の方を作っていってですね、町の方をね、しっかり守っていきます。木イチゴとかも取り尽くしたので、畑の方を作っていきます。畑の方は木があればいくらでも作れます。それでは偵察も兼ねて敵に攻撃していきたいと思います。一度探索してもそこに人とか建物がいないとそこは暗くなってしまってですね、地形はわかるんですけども、今そこがどういう状態なのか全くわからなくなってしまいます。敵の建物があったり敵の兵士がいたりする可能性もあります。何かが邪魔して壁がうまく作れないんでちょっと頑張ってます。敵と戦闘状態に入りましたね。敵も歩兵と弓兵が結構な数いますね。ちょっと数的にこちらが不利ですね。これはちょっとまずいので一度壁まで戻りましょうか。せっかく壁を作っていても一箇所でも穴が開いていると全く意味がないので、完全にね塞いでいきます。石の壁には石壁塔っていうのが作れるようになってます。この石壁塔からでも弓兵が壁の上に登れたり、石壁塔の周りにいる弓兵は攻撃速度がアップしたり、いいことがいっぱいあります。いつの間にか資源の方が余りまくってるので、そろそろ次の時代に行きたいと思います。最初の頃は別のことに集中しすぎて、進化とかね、いろいろ忘れることが多くなっちゃいます。この辺りはいろいろやり込んで練習していきたいところですね。次の時代の建造物としてはホワイトタワーを作っていきたいと思います。ホワイトタワーは天守の機能ということで、防衛施設にもなってます。攻撃してくれる建物ですね。敵が来ても大丈夫なようにロングボウたちを壁の上に配置しておきたいと思います。壁の上からだと結構有利にこちらが攻撃できます。おそらく射程とか伸びるんでしょうか。難易度が低いせいか敵の AI もあまり賢くないので、こんな感じにうろうろすることもねよくあります。石壁塔は敵が近づくと自動で攻撃してくれるので、コストはちょっと高いんですけども、たくさん配置していればすごく防衛力が高まります。木を利用して壁を節約してたんですけど、そろそろ木を借り尽くしたいそうなので、壁の方をしっかり作っていきます。石の壁や石壁塔を作るための、石材なんですけども、数にね限りがあります。金も石と同じように町の人が採掘で、掘ることができるんですけども、掘り尽くしても、交易など他の手段で手に入れることができるんですね。時代の方がまた上がりましたので、また新しい研究の方をやっていきましょう。ロングモンもベテランの方にアップグレードしていきます。火事場では兵士を強化するための研究がたくさんあるので、戦闘に影響するので、積極的に研究しておきたいですね。広位兵器工房では敵の建物や壁などを素早く破壊できる兵器を製造できます。ロングボウも結構数が揃ってきました。ロングボウは軽装甲の敵には結構強いんですけども、鎧を着た重装甲の敵にはあまりダメージが通りません。今回敵が弱いので、こんな感じでちまちまね少人数で攻めてきてくれるので、そういうとこちょっとありがたいですね。
一体何しに来たんでしょうね。いよいよ最後の時代に進化していきたいと思います。このゲームでは第4の時代、帝王の時代が一番最後の時代となります。広位兵器工房から、投石機の方が、完成しました。これはかなり長距離から敵の建物を狙うことができるので、敵の陣地を攻めるにはかなり心強い兵器ですね。またなんかちょっかい出してきましたね。この縦に長いやつは、直接壁の上に兵士を送り込めるやつですね。結局壁の上で袋叩きに遭うというなかなか斬新な攻め方ですね。この屋根がついたような車は波状土で、壁とか建物とかそういうものに強いものですね。こいつはなかなかロングボウじゃ倒せないので、歩兵がですね、燃やしていく感じです。この勢いで敵の陣地に攻撃を仕掛けたいと思います。統制機もいるんでね、かなり攻めやすいと思います。ハード以上の難易度になってくると敵も結構投石機とかそういうのを作ってくるんで結構手強くなってきます。今回は難易度が中級なんで敵は壁とかも作らずにね結構弱い敵なんですけど、ハード以上になるとねしっかり敵もね壁を作ってきます。まずは統制機で敵の攻撃能力のある施設をね重点的に破壊していきます。この統制機は射程はすごく長いんですけどもちょっと命中率が悪いので小さい建物とか結構当たらない時も多いです。ようやく敵の塔をね潰すことができましたね。兵士はですね隊列を変えることもできます。横に広がったりとか、一人一人間隔をすごく空けたりとか何種類か隊列が用意されています。特に歩兵はちょっと密集しすぎると一気に範囲攻撃でねいっぱいに倒されちゃう時があるのであまり密集しないように少し間隔を空けた方がいいと思います。こんな感じに横一列に並ぶとなかなか壮観ですね。今回はイングランド特有のロングボウをたくさん作ってますけども、実際ロングボウばっかしだとすぐやられちゃうんでそれをガードするための槍兵とか騎兵とかそういった兵士のバランスはもっと取った方がいいと思います。町の人をね一人連れてきたんで、敵の目の前にですね、天守、城をね建てたいと思います。イングランドの城はですねその城から兵士を作ることもできるしその城の周りの射撃ユニットの攻撃速度もね上げることができるんで、前線に置いていくと強いです。天守自身も攻撃できます。今回あまりロングボウを強化してないので歩兵一人にねなかなか手こずってますね。今回はこの程度の兵の数で、攻めちゃってますけども本来はもっとねどんどん作って前線に送り込まないといけません。城が完成しましたね。それでは城から射石砲を作りたいと思います。投石機よりもより強い攻撃兵器です。投石機は攻撃速度も遅く、命中率も悪いのでなかなか建物を壊しにくいんですけども石砲は弾速も速く命中率も高く威力も高いのでかなり強いです。
射石砲が完成しました。今は1機だけですけども、もうあと何機か作ってます。このね、射石砲が、大量に来られた日には、もう街はね、すぐに壊滅してしまいます。射程はそこにある投石機よりかは狭いんですけども、いかんせん威力がすごく高いんでね、使い勝手もいいんで、完全に上位互換ですね。こんな感じでロングボウで建物を一生懸命狙っても、ほとんど無駄なんで、皆さんは真似しないでください。歩兵はですね、結構数集まれば、建物を壊すのは結構早いですね。ほとんど勝ち確なんですけども、残りの残党を倒して、勝利していきましょう。敵の建物を破壊しているときはなぜか結構楽しいんですよね。おそらく皆さんも同じ感覚に陥ると思います。おそらくこれが敵の最後の建物だと思います。今回は、歴史的建造物っていう建物を全て破壊すると勝ちになります。はい、敵の歴史的建造物を全て破壊しましたので勝利しました。今回1対1で敵の難易度も弱めだったので、あまり見どころはありませんでしたが、どのようなゲームかなんとなく感じ取ってもらえたかなと思います。2対2や3対3の対戦もかなり熱いので、興味を持った方はぜひプレイしてみてください。本編の発売日は10月29日です。今回のベータ版ではイングランドやローマなどの4文明だけが使用可能でしたが、本編ではモンゴルやフランスなど8文明が使用可能になるようです。文明ごとにかなり特徴が違っているので、かなり長く楽しめるゲームだと思います。それでは皆さん最後までご視聴ありがとうございました。できれば高評価やチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。